今日はイベントストーリー、タイムプーテイクオフについて解説していくぜ。どんな話なの？このイベントは、ビビッドバッドスクワットの4人が、アメリカの音楽イベントを視察するために、日本を旅立つところから始まるんだが、現地の人と話したり、音楽に触れたりして、既存の価値観をアップデートしていくんだ。なるほどね。中でも、ニューヨークにゆかりがある、東野の父、春道の過去については必見だ。あの頑固親父ね。気になる。じゃあ、順を追って話していくぜ。まず、4人は明日の出発を前に、世界で練習していたんだ。アメリカ出発に向けて気合十分だね。ああ。ただ、その分、勉強も頑張らないとな。そういえば、今回の旅費は大河が負担してくれたんだが、それに対してアンは悔しさを感じていたな。さすが、アンちゃん。私だったら、ラッキーって思っちゃうよ。翌日、4人は出国手続きを終えて、搭乗までの時間を空港で過ごしていたんだが、ニューヨークで行きたい場所について話していたんだ。どこに行く予定なの？東野は昨日、兄の修二から連絡が来たことを思い出し、ニューヨーク音楽学院に行くことを決めたんだ。急展開。修二は、東野がニューヨークに来ることを聞きつけて、東野に連絡をしていたんだ。仲悪いって聞いてたけど、いい兄じゃん。修二は、東野と直接会って話したかったが、他の州で演歌なで会があり、ニューヨークに戻れなかったんだ。タイミングが悪かったね。ああ。続けて修二は、東野がストリート音楽を始めたと聞いた当時、いつか後悔する、と思っていたことを明かすんだが、東野たちの音楽を実際に聞いたことで、逃げたのではなく、本当に進みたい道を見つけただけだった、と考えを改めたことを伝えるんだ。わだかまりが解消されてよかった。最後に修二は、もし困ったことがあったら、いつでも連絡しろ、と言い残し、電話を終えたんだ。頼りになるね。そして、いよいよ登場だ。あれ？そういえば東野くん、高所恐怖症じゃなかったっけ？ああ。離陸したら目を閉じて、10時間耐えるとのことだ。修行僧かな？そして、無事にニューヨークへ到着した4人だったが、ここで重大なトラブルが発生する。なんと、大河がホテル予約の日付を間違えていたんだ。これはさすがにドン引きだわ。さらに、イベント開催期間と重なり、周辺のホテルも含めて全て満室。途方に暮れる4人だったが、東野は修二の言葉を思い出し、連絡を取るんだ。連絡に応じた修二は、信頼できる人に案内を頼んだ、と言い、宿泊先を確保してくれたんだ。その後、東野たちはニューヨーク音楽院の前で待ち合わせ、修二が手配した迎えの人物と対面することになる。そして、迎えに現れたのは、ロイド・ホッパーという男性だった。どなた？初登場だから、知らなくて当然だ。彼は、ニューヨーク音楽院の講師であり、世界的に有名なジャズピアニストだ。名前を聞いた3人は、大ヒット映画、ジャズ・キャットの劇中曲を手掛けた人物であることに気づいた。そんな有名なおじさんだったんだ。ああ。そして、ロイドの案内で、東野たちはニューヨーク音楽院の学生寮に宿泊することになった。この学院では、空き部屋を観光客向けに貸し出すことがあり、今回は掃除を条件に無料で借りることができたんだ。おお、やったね、無線爆アド。また、ロイドは東野を見て、君は春道の若い頃にそっくりだ、と驚くんだ。実は、春道もかつてニューヨーク音楽院に留学しており、ロイドとは同級生だったんだ。親切すぎるとは思ったけどそういうことだったのね。特別な関係だったのかな？バカはほっといて次行くぞ。翌朝、東野たちは学院のカフェテリアで朝食をとっていたんだが、そこで、春道がよく散歩をしていたという、音楽院の裏通りのことを思い出す。実際に訪れてみると、クラシック、ポップス、民族音楽など、あらゆるジャンルの音楽が共存する活気ある通りだった。めちゃくちゃ賑やかそうな通りだね。よくここに通っていた春道は、クラシック一筋ではなく、他のジャンルの音楽にも興味があったのかもな。あれだけストリートを否定していたのに。そうだな。そして数時間後、学院で先ほどの通りの話をロイドとしたんだが、ロイドは、自分と春道の昔話を始めたんだ。気になる。当時、留学生としてやってきた春道は、音楽の才に優れており、とてもストイックだった。話しかけにくそうだね。ロイドは、春道が弾いていたクラシックの曲のジャズアレンジをして、春道の気を引いたんだ。攻略成功。って、やっぱりホモじゃないか。やめろ。でも、今の春道はなぜ、他の音楽を否定していたんだろう？春道はかつてストリートミュージシャンにクラシックをバカにされたことがあったんだが、それが価値観に影響を与えた可能性があることも明かされたんだ。あくまで可能性だけど、闇が深そう。そして、
東野たちはロイドの提案で即興セッションに参加することになるんだが、これはかつて春道も体験していたんだ。当時はいろんな音楽を愛していたんだね。そして、セッションは、様々な音楽が融合したもので、音楽の枠を超えた自由な表現を体感したんだ。素晴らしいね。そして東野は、自分が無意識に音楽をカテゴライズしていたことに気づいたんだ。春道も同じことを考えていたのかもな。この答え合わせはいつ見られるんですか？東野は、音楽にはジャンルの垣根がなく、目指すものは同じだと実感するんだが、今後は様々な音楽の良さを学んで、取り入れていこうと決意した。以上が、タイムプーテイクオフの解説だ。今後も、解説動画をじゃんじゃん出していく予定なので、いいね、チャンネル登録で応援よろしくだぜ。みんなのイベスト感想も教えてね。それでは皆さん、さようなら。